皆様こんにちは、銀座にある銀座林西村、西村秀則と申します。今回はハマグリと、鶏肉を使ったそうめんを、ご紹介させていただこうと思います。まずはじゃあ鶏肉からやっていきます。包丁で開いてあとまあ筋があったら筋を取ってで、逆塩につけていきます。水が2、お酒が1、100で作ってます。で、お塩が30、用途によって塩を増やしたりしていきます。でこれでだいたい15分つけます。はい、酒塩って、はい、お寿司屋さんの料理でよく使うんですか？ですね、お寿司屋さんの料理では使わない、おつまみで、干物みたいなのを使うときに使ったりします。オクラはヘタを取って、ここを硬いとこ取ります。でここは剥きます。お塩で、オクラの産毛を取ります。1個ずつこうやってもいいですし、まな板の上でこれでも取れるんで。で今回はオクラは、焼いて焼き浸しでいこうかなと。で、ちょっと梅干しの、汁で梅風味にして、やっていこうと思います。で水洗いして、焼いていきます。トマトさんは、ヘタを取っても切っちゃってもいいと思います。湯引きをしていこうと思いますので、こっち落としちゃうんだったらもうそのままで、あとは僕は落とさないんで、ここにちょっと包丁を入れてあげる。それで、熱湯に3秒ぐらいかな入れて氷水に落として湯むきをする。そんな感じです。そしたらトマトは湯引きをしていきます。もう全部、包丁入ってます。で氷水を落として、そしたら次はオクラさんを焼いていきます。これは一回水洗いして、ペーパーで軽く、水気取ってます。すぐ焦げちゃうんで、ゆっくり焼いてあげるといいと思います。茹でてもいいんですけど、今回はベビーコーンを茹でてるんで、全部茹でてるのも面白くないかなと、ちょっと香ばしさがあってもいいのかなと思って今回は焼いてみました。全面こんな感じになるぐらいがだったらもう中は火通ってると思います。中はもうほぼ種みたいなもんなんで、外身が柔らかくなれば全然大丈夫だと思います。でオクラも OK です。こっちが普通のおひたしの字でして、僕はだいたい13とか13、の11、薄口が1、みりんが1だったり、もう少し甘くしたいなとか甘くしたくないなと思ったらみりんを 0.8 にするとか、お酒を 0.5 増やすとか、その辺は帳尻を合わせて、今回は13の11、130の10で薄口で作ってます。それで同じ味付けっていうのもあれなんで、今回は、オクラは焼いて、今回白醤油を使ってみりんは 0.8 にして15の1、0.8 で作りました。15がお出汁、1が白醤油で 0.8 がみりん。梅の酢がもったいないんでちょっと梅の酸味を入れて、ちょっとこれも甘めの梅干しなんで、あえてみりんを 0.8 にしてこれを入れて梅の風味と甘みとにしていました。でトマトは湯引きしたんで皮がこれ剥きやすくなるんで皮をこう剥いていきます。それでこれを剥いたやつがで、ちょっとこれは甘み、蜜煮にしてみました。蜜煮はちょっと量が多いんですけど、1升で500とか1升で800とか、1升に対して砂糖が500だったり800だったり、使い用途によって変わってくるんですけど、そこから2割詰める感じで、それはもうお好みで、で鶏肉が、時間が経ちました。15分、経ちましたので揚げていきます。よいしょ。でしっかりと水分を取ってこれを巻いていきます。くるくるっと
したら、ここに合わせた方がいいと思います。でこのまま巻いていきます。よいしょ。でこっち側はを縛って、でこっち側をちょっとこうズボンでこのままちょっと空気をこっちを持ちながら回していくとこう回っていくと思います。で余分な空気が入ってるんでちょっとこう空気を抜いてあげて、よいしょ。でこっちを縛って、よいしょ。で銀紙で巻いて、でここのところを上にして、一応上に、よいしょ。これで、蒸し器で15分、蒸していきたいと思います。はい。ハマグリはもうこれ砂抜きはしてます。砂抜きはだいたい6時間とか5時間とか、海水とかも難しいんで、ちょっとしょっぱいぐらいでいいと思います。でもハマグリは一応これで乾いた音がしてれば生きてます。はい、これを火にかけて、お出汁を取っていきます。で、もうハマグリは鍋に入れていきます。水は、だいたい1人前100ちょっとぐらいなんで、これ多分200ぐらいいってます。はい、水入れて、で昆布はさっと水で1回洗って刺して、でお酒これ全部入れちゃうといいと思うんで、1回し2回しぐらい、ここでもう火をかけていきます。僕のあれではやっぱり1日含ませて置いておいた方がだし自体にはしっかりこう旨味が出てて美味しいと思います。なんで余裕があるんでしたら前の日にも作ってっていうか、こういう感じにしてお出汁の中にハマグリをもう落としといて、そのまま、1日置く。でその日の、次の日の昼とかに食べるみたいなっていう風にするのが割といいのかもしれないですね。はい、で昆布はあんまりこう入れとくと昆布になっちゃうんで、沸いてきたら昆布は外しちゃってもいいと思います。でこう沸いてきたらよいしょ。外してやるっていう手もあるんですけど、外しちゃうとこのハマグリの汁とか水分が持ってかれちゃうんで、それはもったいないような気がして、はい、なんであえてもこういう風にやってます。そしたらこんな感じになったら一回止めて、貝から外して、はい、あんまりお出汁がもしかしたら薄いのかななんて僕、毎回ちょっとこういうのを使わせてもらってるんで薄いのかななんて思ったんで、鶏ガラスープを顆粒の鶏ガラのこれをちょこっと本当に一つまみぐらい、いっぱい入れすぎちゃうと鶏勝っちゃうんで、ハマグリのうまみも生かしながら、はい、本当に一つまみぐらいで味をあとは味付けはもう塩だけです。今回の動画を気に入ってくれたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。そうめん入れていきます。ちょっとお塩入れます。沸点を上げるというのがあります。よいしょ。で、そうめん入れていきます。で、最初これちょっと混ぜてあげないとみんなくっついちゃうんで、ちょっと入れてあげましょう。でも結構人によって入れるものが違かったりするんで、お酢を入れる方も今までいましたし、何も入れないっていう人もいましたし、でも結構料理って何が正しいとかないと思うんで、自分に合ったものでいいと思います。はい、そしたら2分経ったんでざる上げていきます。よいしょ。で小麦が周りについてるんでちょっと水洗いしてあげて、氷水で締めます。よいしょ。
そうめんはこんな感じですね。はい、しっかり水気を切ってあげた方がいいと思います。よいしょ。そうめんって結構食べれちゃいますからね。なんか多めでもいいのかな。ヤングコーン、ベビーコーン、と、焼き浸しのオクラですね。ヤングコーンはこのままでいいんですかね。よいしょ。半分ぐらいにして。今回使っていただいているお野菜とかで、他に何かこう相性がいいものとか組み合わせることで、ありますか？山芋とか山芋の千切りとかもいいかなとか結構今回考えました。でも野菜はでも何でも合うんじゃないですか。もう好きなもので、トマト包丁してもしなくても散らしちゃうか。鶏肉もいっちゃいます。こんな感じです。一口サイズぐらいに切って、バーナーとかあればご自宅でこの皮目をバーナーで炙っても美味しいですし、うちは焼き網で今皮目だけちょっと炙っていきます。こう焼き網を熱してもう表面だけさっと炙れるように。これはもううち魚炙り用時もこのやり方です。でもう皮目だけ。こんな感じですかね。拭いて、先ほど出汁を取ったやつをこう冷やしておいて、よいしょ。もうそのままかけちゃってもいいのかなと。よいしょ。で中に含ませておいた、ハマグリを半分にして、よいしょ。こんなにしっかり出しが出るんですね。と思います。美味しいと思います。はい、完成しました。鶏ハマグリと、鶏肉、あと夏野菜を使った、そうめん。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。すみません。はい。見た目もすごい綺麗ですね。ありがとうございます。やっぱりでも彩りっていいですよね。素敵ですよね。彩り。先にちょっとお野菜だけ。はい。これ。はい。3つとも違う。はい。つけ汁感じ。はい、そうです。じゃないですか。はい。全くやっぱり違いますね。と思います。やっぱ全部同じにしちゃうと。味が一緒ってなんか面白くもないかなと思って、しょっぱいのと、ちょっと甘いのと、でちょっと酸味があるのと、よく鶏ハムって、はい、自分で出ててやりますけども、こう味はもちろんですけど、色目は焼き色がつくだけでこんなにそうですね。美味しそうにはい。なるんですね。はい。出汁がはい。すごいですね。ありがとうございます。飲んでないんですけど、はい。麺に絡んでるだけでもすごい濃いですね。ありがとうございます。ちょっとした工夫で、はい。こんなに普段食べてるものが美味しくというか、より手がでは変えられるんですね。料理は面白いですよね。やっぱりこう、いろんな発想があったり、はい、人によってやっぱ違うんで、育ってきた環境でも全然変わってきますし、はい。今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。銀座7丁目にあります、銀座里西村、寿司屋です。もしよろしかったらよろしくお願いいたします。